はい、皆さんこんにちは。ぐっち夫婦の達也です。今日はこの大根をテーマにして9品レシピ作っていきたいと思います。で、前にねお餅で9品作ったんですけど、今回は大根です。で、9品の内訳が3品3品3品になっていて、おかず編3品、そして副菜編3品、そしておつまみ編3品になってます。で、どれもね美味しくて冬に活躍する大根なので、ぜひ作ってみてください。ではじゃあおかず編いってきます。では1品目、鶏肉のしっとりみぞれ煮です。大根の皮を剥いていきます。そして大根はおろし金でおろしていきましょう。油揚げはお好きなサイズにザクザクと切っていきます。鶏胸肉にはしっかり塩と胡椒で下味をつけていきます。片栗粉をまぶしていきます。片栗粉をまぶすことで後でしっかりタレがよく絡みます。ほうれん草はしっかり入れていきます。入れすぎには注意しましょう。入れたほうれん草は3、4センチ幅にカットします。ごま油を敷いて、鶏肉を焼いていきます。皮目から下にして焼いていきます。両面がしっかり色づくまで焼いていくのがポイントです。お水 150ml、そしてめんつゆ 20ml を加えて、ぐつぐつと煮込んでいきます。ここに油揚げとほうれん草を加えて、ぐつぐつと煮詰めていきます。そして、おろした大根おろし。しご飯がその一品、完成です。器に盛り付けていきます。続いて2品目は大根と豚肉の生姜焼き。大根の皮を剥いていきます。大根は5ミリ幅の厚さに輪切りにしていきます。生姜は今回は中大さじ2ぐらいたっぷり入れていきます。で、豚肉は食べやすいサイズにカットします。塩、コショウ、しっかりと味をつけていきます。そして酒も忘れずに。油を敷いて、まずは大根から炒めていきます。大根はじっくりじっくり煮ていって、しっかり焼き色がつくところまで炒めていきます。大根が炒まったら、次は豚肉を炒めていきます。しっかり色づいてきたら、ここで調味料。さっと炒め合わせて、器に盛り付けて完成です。そして3品目は味しみの鶏大根。今回も大根はしっかり皮をまず剥いていきます。
大根はだいたい1センチ幅になるいちょう切りに切っていきます。まずは輪切り、そしてそれを4等分。そして生姜は皮を剥いて薄い切っていきます。で、切った大根は加熱皿に入れて電子レンジで600ワット、だいたい7分ぐらい加熱をしていきます。その間にお肉にした味をつけていきます。塩コショウしっかりつけていきましょう。でフライパンにごま油を敷いて、鶏肉を皮目の方からしっかり色づくまで焼いていきます。ここでしっかり色がつくまで焼くのがポイントです。さあ、大根が温まりました。そしたらフライパンにそのまま加えていきましょう。でさっと炒めて、ここで調味料。醤油が大さじ1、みりんが大さじ1、酒が大さじ1、最後お砂糖が大さじ1加えて、だし汁は 300ml。そして最後に先ほど切った生姜加えて、そのままグツグツと煮込んでいきます。はい。で、器に盛り付けて、味が染みた鶏大根の完成です。ということで大根のおかず3品完成しました。素晴らしい。美味しそう全部。さあ早速食べていきたいと思います。じゃあまずは大根の生姜焼きからいきたいと思います。早速食べたいと思います。美味しい。食感がしっかりある生姜焼きって皆さんなんかあんまり食べたことないかな。大根があるからサクサクサクって食感がプラスされてすごい美味しい。あと生姜しっかり効いてる。ご飯進む味ですこれ。美味しいのでぜひ作ってみてください。簡単でした。続いてはみぞれいただきたいと思います。いいですね。今回ね2つとも鶏肉はね唐揚げ用のもう切ってるやつ使ったんですけど、すごい簡単でしたね。衣つけて焼くだけ。美味しいめちゃめちゃ美味しいこれ。なんかすごく優しい味で、やっぱこう大根おろしがねみぞれになってこう具材にすごい絡んでて、全体的なバランスがすごいいい味。あとね油揚げが入っているので、油揚げ特有のちょっとこれ油の感じすごい美味しいなと思ってて、あと今回ね小松菜使ったんですけど、ほうれん草とかでもいいかなと思うし、チンゲン菜だともう少し食感がシャキシャキジャキジャキっていう感じになるのかなっていう感じです。今回は衣つけて焼いているシーンがあったと思うんですけど、もうそこをね一つするだけでこういうみぞれのタレが絡むので、ぜひ省かずにやってみてください。最後3つ目、鶏と大根煮た、もう美味しそう。もう見るからに美味しそう。で今回ね、大根の大きさはそれぞれ大きさはいいんですけど、ちょっとちっちゃめにあえて切りました。なので個人的にこれねご飯にのっけて食べても美味しいかもみたいな味付けになってるし、食感にもね大きさ的にもなってるかなと思います。大根はバッチリ味入ってます。すごい美味しい。そして鶏、割と10分とか、15分は煮てないかな、多分10分ぐらい煮てたと思うんですけど、しっかりグツグツと煮てるので、鶏肉と大根の方にしっかり味が染み込んでる。なのでもうそこがたまんないですよね。ご飯にバウンドしながら食べたいなっていう一品です。ちょっと大量に作ってホーローとかに入れて作り置きにしてもいいんじゃないでしょうか。その時にはね、ぜひゆで卵とか一緒に中に入れて漬け込んどくと味付け卵ができるんじゃないかなと思うので、ぜひそんな食べ方もいいんじゃないでしょうか。ということで
今回は大根のおかず編3品でございました。皆さんどうでしたでしょうか。で今回ね、大根だけで3品副菜編と3品おつまみ編があります。なのでぜひ他の3品も見てみてください。まだ大根が冬主役でございます。ぜひお試しあれ。でもこのレシピ美味しそうだなと思った方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてコメント欄で作ってほしいレシピ募集しております。ぜひ教えていただければ頑張って作りたいと思います。ということで、はい、ご覧いただきましてありがとうございました。ではまたね。